デジタルラボ始まるよ。デジタルラボカジチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今回のテーマは紅の舞台になります。で、模写したのはこれで3回目になります。他に過去でアップされている動画が2つありますので、もし興味ある方いればぜひ見てください。なぜこのタイミングかっていうと、もちろん金曜ロードショーでやるからっていうのが大きいですね。で、それに便乗してちょっと YouTube をアップさせていただきました。現在約1万人登録者になりまして、おかげさまで皆さんありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願いします。発信している内容はもうずっと同じようなことを発信していくんじゃないかなと思います。あとは日々いろいろ知る情報あったりするんで、それを皆さんにシェアできたらなと。皆さんが欲してる情報、僕が持ってて確信できる情報だったり、不確定でも皆さんの役に立ちそうだなっていう思う情報があれば随時発信していきたいなと思っております。って言ってる間に結構下塗り完成してますね。おそらくですけどこれ小賀さんが書かれたんじゃないかなと勝手に思っています。理由としては何点かあって、まず色数がめちゃくちゃ多いと。割とシンプルな構図だったり絵作りなんですけど、壁に入ってる色だったりがすごく特徴的に淡いんですけど微妙ないろんな色が入ってて、そこは多分小賀さんじゃないかなと。あとは自然物ですね。自然物の描き方がまさに小賀さんっぽいと予想しております。この右側ですよね。この右側のレンガのところ、まだ途中なんですけど、おそらく下塗りの際に結構淡い色で、小賀さん自体は結構薄塗りなので、強い色じゃなくても淡く少しずつ変化の色がいっぱい入ってるんですよね。そこら辺を忠実に再現するのが結構大変でした。大変と言いながらも面白くて勉強になる部分ではあったんですけど、あとレンガの線ですね。線とかもやっぱり強弱抜き差しがあって、書かれてないアウトラインの線とかもあって、ここを書き起こさないんだっていう、なんですかね、日差しが強い部分の表現としてその目地を書かないみたいな処理は今まで自分の中ではあんまりやってこなかった部分なので、なるほどなと。で、赤み使ったりとか、いろんなその時その時のその小賀さんのもちろん小賀さんって確定してないんですけど、おそらく小賀さんのそういう日々ちっちゃい気遣いだったり色の変化みたいなのを模写を通じて発見することができました。アニメ背景の仕事って割とこの瞬間的に印象いい絵を描くとか、そういうところにやっぱり特化してる部分はどうしてもあるんですけど、劇場作品になるとやっぱり止めてもしばらく見ていられるっていうか、もう何年も見ても飽きないっていう絵いっぱいあるんですけど、スタジオジブリの背景画に関しては僕は本当に美術的な側面でもすごいなっていつも思いながら見ています。なんでこの色入ってんだろうとか、不思議な解釈できない、咀嚼できないものがまだたくさんあって、おそらく気まぐれでやってるのかもしれないし、計算でやってるのかわからないんですけど、謎が多いし、解読できない部分もたくさんある。ノリで書いてるのか、それとも計算されて入れてるのか、どっちもあるのが多分答えだと思うんですけど、いくらやっぱり真似ようと思っても真似できない部分もあるし、本当に職人の手が織りなす一筆一筆がジブリアニメの背景のすごい魅力になってます。僕はいつまで経ってもそこをずっと追いかけていく人生なんだろうなと思ってますけど、僕の使命としてはやはりこういういいものを普段のテレビアニメに消化したいなってずっと思ってて、それがちょっとずつ可能になってきてるんですけど、やっぱり細かい部分だったり体現できない部分もどうしてもあるのはやればやるほど分かってくるというか、大賀さんの絵とか竹重さんもそうなんですけど、やはりその人たちの手癖からなる、なんですかね、無意識の中に入ってるその人たちの個性が真似できない部分はどうしてもあって、なんともそれが個性だからいいのかもしれないですね。完全に模写できないっていうのが手仕事のいいところでもあるのかなと。皆さんが見てるアニメってだいたい30分枠のアニメなんですけど、どのぐらいの枚数の背景が使われてるか分かりますかね。おおよそ300前後っていうのが大体の平均になってるかなと思います。
アクションものとかバトルものになるとさらに枚数増えるんですけど、まあ大体そんな感じ。300カット全部書くっていうよりかは、多分30カットぐらいは兼用だったり、まあ全セルとかいろいろあって、もろもろだと多分270枚ぐらいなのかなっていう感じはしています。その枚数を、1週間のアニメに使用される背景の枚数なんですよ。なんでこう、秒数にすると2秒とか3秒とか、短いので言うと1秒ないものも中にはあるんですけど、そういう背景をバンバン作っていくっていうのが背景業務、背景マンがいつもやっている仕事内容です。そう聞くと3秒のためにこんなに時間使うのかよって思うかもしれないですけど、僕もそういう考える時期もあったんですけど、そっか、これ1人は2秒3秒だけど、1万人、10万人、100万人って世界中の人々が最近見てくれてるじゃないですか、日本のアニメーション。それを考えると、かける100万、200万、人数分で考えると、なんか割とコスパいいんじゃねえかな。背景の金銭的な面ではあまりめちゃくちゃもらってるわけではないんで、あれですけど、時間的なコスパで言うと結構費用対効果高いというか、割とそんな言うほど無駄なことでもないんだなって思いながらやってました。僕は電車通勤してる時期に駆け込み乗車して電車の時間が遅れる時にいつもそのことを考えてたんですよ。今の10秒20秒のロスがかける車両にいる人たちの秒数かけるとものすごい時間になるわけじゃないですか。この行為自体がめちゃくちゃ迷惑だなと思ってたんですよ。その考えから今みたいな話につながるんですけど、同じ事象があっても解釈次第で捉え方が全く違くなると、一方はイライラを生み、一方は自分の心の平穏を得ることができると。解釈って本当に大事で、絶対物事にはいい側面と悪い側面両方あるじゃないですか。明らかに悪いものってやっぱりどうしても悪い方にフォーカスしちゃうんで、その裏に隠れてるいいことってなかなか見つけられないで、そのネガティブな方に引っ張られちゃうんですけど、実はその奥に結構いいことが隠れてたりするんですよ。で、それ分かるようになったのはこの年になってからなんですけど、実際に若いうちからそれが分かれば割とスムーズ楽ちんに生きていけるんじゃないかなって今の僕はそう思ってて、すいません、説教臭くなっちゃって、もう本当にそう思ってるんで、なんで皆さんもちょっとね、心が疲れちゃったりした場合は実はその裏にいいことあるかもしれない。でもおすすめです。本当に心を平穏に保つってやっぱ人に対してすごく有効だなと思ってて、やっぱり焦って書いてる時ってあまりね、なんか心がざわざわしたまま豊かなものづくりの時間ってやっぱそういう時間ではない気はするんで、なるべく心が安らげる時に書けると、僕は美しい絵って描けるんじゃないかなと思ってるんで、いろんなスケジュールで動いてる人たくさんいるんで、なかなか難しいとは思うんですけど、でも理想はそうじゃないですか。できるだけ心の負荷をなくす努力は皆さんそれぞれでやっていった方がいいのではないかなと思ってます。ここのプランターの色やばくないですか？この後もっと書き込んでいくんですけど、色入っていきます。ディテールも必要最低限というか、本当に効果的なところにいろんなディテールが入ってて、花とかもいろんな色を入れてるんで、ここまで書くのかと。で、それを見ながら、これ間違いねえ、小賀さんだなと思いました。右側のツタとか上にあるツタもやばいです。表現が。途中からもう諦めて、大体でいいやっていう流れになっちゃいました。すっごい細かく描写されてるんですよ。これは追っかけられないと、ちょっと諦めてしまいましたね。すいません。葉っぱの参考とかはあんまりしないでほしいなと。色とかは参考になると思うんですけど、書き順とか書き方とかは、こうじゃないっていう人もいると思いますんで、自分のやり方でぜひやってみてください。僕は今のこのやり方でだいたい書き慣れてるんで、この方向で進んでいきましたけど、皆さんのやりやすいやり方でやっていただければと思います。で、それじゃないと表現できない自然物って多分生まれてくると思うんで、それがその人の先ほど言った個性につながってくる部分になるかなと思います。あまりこの場合は絶対こうとかやると同じ絵になっちゃうじゃないですか。あんまり面白くないなと思ってるんで、いろんな人がいろんな処理していろんなゴールを見つけて表現していくのが一番いいのかなと思います。
絶対こうしたらこうっていう思考停止させるような絵の描き方は僕はあんまりおすすめしませんので、はい。皆さん考えながらやった方がおそらく作業してても楽しいし、有意義な時間になるんじゃないかなと思ってます。ただ丸長商店の場合はある程度その書き方っていうのはこの方がいいよこの方がいいよっていうのは教えますけどね。その中で少しずつ自分に合ったやり方にカスタマイズしていくっていうのは全然ありだと思います。で、うちに来る人自体はそもそも同じような書き方が好きっていう人じゃないと難しいと思いますので、僕が教えてるから、で自分はこうやってますっていう人は一緒に働くのは難しいかもしれないですね。自分としてはあんまり機械的な直線って好きじゃなくて、そういう思考は好き好きがあるんで、すごいピシッピシッピシッとした空間が好きとか背景が好きっていう人もいるじゃないですか。僕はそっち側ではなくて、意外と揺らぎだったり、その歪みみたいのを愛おしく思うタイプなので、あんまりカッコつけてる背景ってあんまり好きじゃないんですよね。そう。かっこつけてる背景って言ったらあれですけど、パースがしっかりついたやつはもうちょっと縮小気味というか、もうちょっと飽きてきたというか、歪んだ中に何かを見出せないかなって模索している状態って感じですかね。最後、ツタ書いて終わりますけど、最後まで書ききれずすいませんでした。小賀さんのこの植物の省略の仕方だったり、仕上がりの雰囲気、柔らかいけど、しっかり見せるとこは見せるっていう植物。自分の理想を思い描く植物の今のところのゴール地点なんですけど、やっぱり程遠いなぁと。ただ埋めるだけになっちゃってる、汚い状態になっちゃってるっていうのは、自分の至らなさを痛感する瞬間ですね。壁とかはね、ある程度いけたりするんですけど、やっぱ柔らかくなればなるほど同じように再現していくだったりはものすごく難しくなってくるので、あとは角度を整えて終わりになります。ここを最後できるかできないかって絵の仕上がりに少しやっぱり最後の微妙なところのメリハリだったり見やすさだったりを強調していくんで、ここができるとできないのの差は結構大きいですね。大事なボードとかは日をまたいでチェックして最終確認するのがおすすめです。今日はこんな感じになりました。最後に見ていただきありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。